はい、やっとレビューできる日が来たなという感じではあるんですけれども、はい、こうやって手元に、実物のアルファフライがあるっていうだけで非常に高まっている状況となっております。はい、興奮を抑えてレビューできればなというふうに考えているので、最後までご視聴いただければと思うんですが、もうすでに2020年3月1日に先行販売が実施されているんですよね、このアルファフライっていうのは。なので、半年じゃない3ヶ月ぐらい前からもう手元にあって、すでに YouTube であったりとかブログでレビューされている方もいますし、メディアとかあとはナイキのプレスページなどでもたくさん情報は出ている状況の中のレビューになるので、新しい情報っていうのは非常に少ない、正直に言って少ないと思います。ただ、開発の経緯とか歴史であったりとか、その開発に携わってきたナイキと契約しているプロランナーのキプチョゲ選手のお話などについてもちょっと解説というか紹介させていただいて、開発までの流れやその他補足情報を交えて唯一無二のレビューをできればなというふうに考えておりますので、ぜひぜひちょっと長い動画になるかもしれないんですけれども、お時間のある時にゆっくり最後まで視聴いただければと思います。それでは、まずは歴史ですね、開発までの歴史について振り返っていきたいと思います。はい、それではですね、このアルファフライっていうシューズをよりもっともっと好きになっていただくために、そしてより興味を持っていただくために、開発の歴史についてお話ししたいなと思います。で、開発の歴史についてお話しするには2016年まで、時を戻す必要があるんですよね。で、どうして2016年まで、遡るのかっていうと、この厚底タイプのシューズが生まれるきっかけとなったイベントが2016年に実施されます。で、その名もブレイキング2と呼ばれる、要はフルマラソン2時間切りを目指そうよっていうような大会イベントになります。これはナイキが主催した非公式のフルマラソン大会っていうふうに呼ばれてはいるんですが、イベントと呼んだ方が正しいのかもしれません。で、この大会で、2時間を切るためにはそれにふさわしいシューズっていうのがどうしても必要になってきます。で、そこで一役買ったのがこのブレイキング2にも参加予定だったエリウド・キプチョゲっていう選手です。で、このキプチョゲ選手は2014年ぐらいから要はナイキの試作のシューズ、プロトタイプ含めていろいろシューズを試して、それを独自でメモに残してナイキにフィードバックをしていたそうです。で、2020年までにこのキプチョゲ選手は約11種類のシューズ、プロトタイプ含めて11種類のシューズを実際に14もの大会で使用して、全て細かくメモに取ってナイキに提供して、このアルファフライっていうのが誕生します。で、この11種類のシューズのうち各シューズ約480から800キロぐらい実際本当に試して感想を伝えてくれていたそうです。で、本当に細かく様子とか感じたことっていうのを記載していて、自身が決めた項目っていうのが複数あります。で、それを1から10段階で評価してチェックをつけて提出する形をとっていたそうです。で、項目っていうのが快適性とかトラクションとか衝撃吸収性とか素材についてとか様々あったんですが、この厚底タイプのシューズの中で最も評価が高かったのがこの衝撃吸収性、これが10点満点だったそうです。で、こういったキプチョゲ選手の意見から、ナイキの開発チームはクッションを増量すると非常にいい結果、いい効果が生まれるっていうことに気づくことができました。なのでこのブレイキング2のシューズは厚底でいこうと、厚底タイプのシューズを軸に展開していこう、考えて作っていこうというふうになります。このキプチョゲ選手の意見が開発を非常に早めた重要なポイントになってくるんですよね。で、キプチョゲ選手を意見にして、実際に開発されて世に生み出されたシューズっていうのが、厚底シューズのファストモデルナイキズームベイパーフライ 4% になります。これは一般販売されたシューズですよね。で、ちなみにこのブレイキング2で実際に使用したシューズっていうのはこの 4% ではなくて、ナイキズームベイパーフライエリートと呼ばれるメッシュタイプじゃなくてフライニットで、なおかつちょっとミッドソールの構造も違う、オフセットとかも違う選手専用のモデルになります。で、このシューズも実際一部ユーザーには販売が実施されたんですよね。夢の島っていう場所で、その耐久戦みたいなのをやって残った人だけに、売る権利を譲渡するみたいな形で実施はされています。はい、で、実際にこの厚底タイプのシューズが生まれて
ブレーキング2が実施されるわけなんですけれども、残念ながら結果は2時間26秒、残念ながら26秒オーバーしてしまうという結果になってしまいます。でその後2019年10月にウィーンでまたブレーキング2が2回目のブレーキング2が実施されて、その時に履いていたシューズがこのアルファフライのプロトタイプ、プレートが、3個入ったタイプのシューズかな。これを着用してキプチョゲ選手は実際に、2時間切りを達成します。1時間59分40秒だったかな。実際にフルマラソン、2時間切りっていうのを達成します。もちろん非公式にはなるので記録には残ってないですが、記憶には残る大会というかイベントに、なっていますよね。で、このレースの後、キプチョゲ選手はアルファフライは硬い地面を走っても筋肉に痛みを感じないというふうに言ってたそうなんですよね。で逸話としてはこの翌日にどうやらキプチョゲ選手プライベートで30キロ走ったそうです。アルファフライを履いてね。で、筋肉疲労が抜群に少ないという機能性っていうのと、また履きたいっていう楽しい気持ちを最大限に表現した言葉なんだなっていうふうに、なんかこのキプチョゲ選手の語っていた内容を聞いて私は感じました。なので、すごくプロの選手が使っていてもそのフルマラソンでイベントをやるっていうのはメディアもいますし、筋肉疲労以外にももちろんストレスとかっていうのは相当かかると思います。そんな彼でも次の日楽しくまた30キロ走ってしまう、なんか走ったというよりは走らされたっていうのが近いのかもしれないですね。こんな感覚になるシューズって本当に魅力的だと思います。はい、それがここにあるっていうだけでもね、非常に嬉しい気持ちでいっぱいなんですけれども、はい。で、最後にですね、キプチョゲ選手は多くの人が走ることを楽しめる未来になるようにっていうふうにアルファフライを称えるとともに、今後さらなる進化を遂げたシューズの完成を楽しみにしているっていうふうに語っていたそうです。で新記録であったりとか、賞賛とか名声とかお金っていうのは、現実的にすごいランナー、活躍するためには必要なのかもしれないんですが、多くの人が走ることを楽しめる未来を願う本当キプチョゲ選手の人柄であったりとか、ナイキの研究チームがその気持ちを組んでより良いシューズを開発する、このスピード感で開発するっていう人と人との絆が生んだ本当に一足なんだなっていうふうにこの記事というかね、内容をまとめるにあたって、私は感じましたし、なんかより一層本当に大切にしないといけないなっていう思いが、ふつふつと湧いている状況でございます。ただだからといってレビューをなんかその忖度をつけてもう最高だよっていうふうには言わないようにしたいなと思うので、この後のレビューもお楽しみにしていてください。はい、それではですね、次に新しく改定されたマラソンの公式ルールについてちょっと振り返っておさらいしていきたいなというふうに思います。で、ルールという観点から、シューズへの理解を深めるっていったこともなきにしもあらずだと思うので、バシッと紹介していきたいなというふうに思います。はい、それではですね、2020年1月31日にワールドアスレチックス世界陸連が改定して、日本陸連も同様の内容で改定したルールについて説明したいと思います。で、ワールドアスレチックスでもいいですし、日本陸連でもいいんですけれども、公式のホームページがしっかりあって、そこにこの内容っていうのは書いてあるので、ぜひ気になった方は一度目を通していただければなというふうに思います。ただめちゃくちゃ複雑な内容になってるんですよね。なんか人によっては捉え方が違ってくるような内容、あとは単純に理解できないっていう、すごく難しいし、項目も結構分かれてて、しかも離れたところにこの厚底タイプのことが書いてあったりとかするので、どこに目をつけていいか分かんないんですよね。分かりにくいんですよね。なのであくまでちょっと私の観点、理解からまとめたこの厚底シューズに必要な情報を5つ紹介したいなというふうに思うので、ちょっと偏見とかも入っているかもしれない、です。なので、軽い気持ちでふわっと温かい目で見ていただければ幸いで、ございます。はい、それでは1つ目から紹介していきたいと思います。で、これが最も大事なのかな。厚さは最大で、4センチっていうふうに決まってます。はい、4センチ、最大で4センチなんで、これはオーバーすることはできません。で、実際にこうやって動画も撮りますし、ブログも書くので測りますよね。測って、本当に4センチ以内だったよって言いたいなと思って測ったんですよ。一番厚いであろう部分ね。測りますか？見えますかね？はい。いやいや、
ってなったんですよ。これ5センチどこ測れば逆にこれ4ここみたいな、この辺測ると4センチになるんですよ。はい、この辺測ると4センチにはなるんですけど、どうこの辺を一番厚いところを測っても4にはならないんで、これってなんか改訂前にもなんか開発してたシューズだからいいのか。ただ公式のページとかメディア見ると、ナイキのこのアルファフライは 39.5 ミリ、要は 3.95 センチなんだよっていうふうに書いてあるので、僕のシューズがちょっとこれ不備があるのかな。でもルールブック見ると個体差はあるのはなんか容認しますみたいなことが書いてあるんで、個体差の範疇なのかなと思ったんですけど、さすがにこの5っていうのはでかいですよね。でよくよく見るとちょっとこういった画像が掲載されていました。ちょっと見てください。はい、測り方、測る場所っていうのがしっかり明記されてるんですよね。で見てみるとこの真ん中中央、インソールを剥がした中央部分からこの真下の高さを測る。なので分解しないと測ることができないんですよね。こうちょっとへこんでるところなんで、おそらく 3.95 センチになっていると、思っています。ただここもちょっと分解、してみて測ってみてどのようになっているのかっていうのはすごく楽しみなポイントだと思うので、こうご期待していてください。ただ4センチ、もうルールとしては4センチ以上は認めないよっていうふうになっています。で2つ目、これはそこまで大事なことではないとは思うんで、軽く紹介だけしますが、スパイク対応のシューズの場合は厚さ最大3センチなので、スパイクタイプのシューズであれば3センチまでになってますよっていうふうに明記されてます。では3つ目、これも結構大事かな。1つの合成プレートまたは他の機構を追加することが可能。ちょっと書き方が複雑ではあるんですが、片側に1つのプレートまでだったら、それに類似する機能であったら認めるよってことが書いてあるというふうに思います。なので、キプチョゲが使っていたプロトタイプであれば3つ入っているんでダメですが、この一般販売されたアルファフライはおそらくまだ分解しないんで分かんないですが、1個のプレートが入ってると思うんで、ちょっと分解、これもまた分解が楽しみになるポイントですよね。で4つ目、大会4ヶ月前に店舗オンラインショップで販売し、誰でも入手可能でないといけない。これアルファフライクリアしてるかなっていうふうに思います。3月にも実際先行販売されていますし、6月にも一般販売というのはされているので、誰もがっていうのはちょっと無理がありますが、速乾のシューズなんでね、一応一般の人も購入するチャンスがあったモデルではありますので、これはいいのかな。ちょっとふわっとしてますよね、ちょっとね。ただこの企業としてはすごく難しい開発を急がなきゃいけなかったりとか、スケジュールを組み直さなきゃいけないっていう大変かもしれないんですが、一般ユーザーからしたら、選手が使っているシューズが早く手に入るようなルールになるのかなと思うので、非常に個人的には嬉しいルールの改正かなというふうに思います。では最後です。5つ目、ちょっとこの4番に類似する内容にはなるんですが、個々の競技者の足の形や要望に合わせて作られた靴は認められない。要は簡単に言うとカスタマイズしたシューズっていうのはダメ。選手専用のカスタマイズしたシューズっていうのはダメ。一般販売されたシューズをそのまま使うっていうことだと思うんですよね。なのでキプチョゲが使っていた要はこれを一般販売しました、見た目はこれだけど実際はプレートが3つ入ってたとか、ズームエアの容量がキプチョゲ選手のだけ違っていたとか、アッパーの形素材が実は似てるけど全く違うものだったっていうのはダメっていうことです。ただこれイレギュラー例外があって、医療上芸術的観点からの変更は認めると。これもちょっといまいち分かんないんですよね。医療上ってことは、要は体、アレルギーとかなんですかね。体の、もしかしたらパラリンピック用のルールなのかもしれないです。片方義足を使っていて、それに合わせたシューズを作るっていうのは OK だよ。で、芸術的観点っていうのは大会のルールで多分ないとは思うんですけど、白じゃなきゃ認めないとか、色の指定がある場合はこの緑色が一般販売されたけれども白いシューズをその日のために作って使う分には問題ないよっていうことだと思います。なので結構入り組んでいて、正直ちょっとページを見る限り分かりにくい部分っていうのは多々あったので、ネットの記事とか見てもちょっと要約して
かいつまんで説明している記事が多かったのでなかなか確信に迫るっていうことが難しかったんですが、結構読み込んだ結果この5つが大切であり、この内容で、理解で間違いないのかなということで紹介させていただきました。ぜひぜひね、これ様々な意見はあると思うんで、一度やっぱり日本リクレアのページが翻訳されているとか日本語で書いてあるので分かりやすいです。で、書いてあるところ、見るべきところっていうのは日本陸上競技連盟競技規則の第2部、競技会一般規則よりっていうところをご確認いただければ、私が紹介した内容っていうのを細かく見ることができますので、ぜひ、ご確認いただければと思います。こうやってルールを確認してみると、レビューはそこまで影響はないんですが、分解のなんか深みが増すというかね、なんか楽しみになってくる部分ではありますので、実際に本当に4センチ、実際に測定すべきこの真ん中を割った時に高さを測ったらプレート含めて4センチになって以内になっているのかですとか、本当にプレートは1枚なのっていうところ、これ非常に楽しみになってくるので、次回いつちょっとアップされるかは分かりません。いろいろしたいんでね、ご期待いただければと思います。では、いよいよこすりにこすられまくったレビューを実施していきたいと思いますので、ご確認いただければ幸いです。それではですね、まずはアッパーからレビューしていきたいなと思います。で、アッパーはアトムニットと呼ばれる新素材がメインで採用されています。で、新素材と言われると正直ちょっと微妙にはなるんですよね。で、どうしてかっていうと、このアトムニットっていうのはフライニットを伸ばした状態で蒸気で定着させた、要はフライニットを加工した素材なんですよね。なので、新素材と言われるとちょっと正直微妙、レザーとスウェードの違いに近い感じ、になります。なので、フライニットの伸びやすいっていう悪い部分を伸ばした状態で定着させているので伸びにくくなってます、非常に。で、固めているので耐久性も向上。一番のメリットは伸ばして固めてるんでフライニットが開いた状態なんですよね。なので通気性が抜群です。あとはネクストパーセントとかに使われているベイパーウィーブ同様、汗とか雨、水分を吸収しにくくなっています。で、もちろんもうすごいスケスケなんで中に雨は浸透してくるんですが、この通気口から素早く汗を蒸発、水分を蒸発させて、乾きを促進するっていう効果もあるので非常に優れたアッパーになっています。めちゃめちゃ薄いので本当に、後ほど紹介するこの ZoomX ミッドソールの部分が増量されていて重さが上がっているので、このアッパーでどうしても軽量化する必要があったんですよね。なので、耐久性を維持というかもう向上させつつこんな薄い軽量のアッパーにしているアトムニットは本当に素晴らしいと思います。ただこの際の部分、元はフライニットなんで、フライニットっていうのは異素材との相性が結構悪いんですよね。なのでこのミッドソールとの接地面っていうのは非常に破損につながりやすい部分になるんで、ここちょっと見てもらったら分かりますかね。ちょっとテカテカして素材感が違うのが分かると思うんですが、ここに薄い、本当に今まで見たことないような薄い合成樹脂でコーティングしていて、この際の部分、パワーが加わる破損しやすい部分をしっかりサポートしてくれています。これ非常に嬉しい気遣いだし、なんか嬉しいなって感じです。で、ちょっと合成樹脂の話が出たので引き続きちょっと合成樹脂の話にはなるんですが、このシューホールの部分、シューレースを通す穴をシューホールっていうふうに呼んでるんですが、シューホール部分もこの薄手の合成樹脂をちょっと長方形に貼り付けて、さらにその上にこれまた薄い合成樹脂を三角形のギザギザの形に配置してます。なのでシューレースをきつく結んだとしても、走ってる時にちょっとこう擦れてくるんですよね。擦れてくる部分もしっかりガードサポートしているので、ここの耐久度っていうのも抜群です。細かいけども非常に嬉しいポイントですよね。でプラスちょっとシューレースの話にはなるんですが、今まで見たことのないような凹凸ギザギザしたデコボコしたシューレースになっていてほどけにくくなってます。このギザギザ部分が返しになってしっかりお互いをつかみ合って離さないっていうようなシューレースになっているので、すでにもうフルマラソン以上の距離はこれ使って歩いたり走ったり、しているんですが、1回もまだほどけたことがないです。結び方にもよるとは思うんですが、非常に優れたシューレースになっていると思います。で、終端
次終端ですね。終端は一体型です。一体型のブーティー構造を採用していて、ずれる心配は全くありません。そして薄手なので、邪魔になること、不快感というのは非常に少ないと思います。プラスここだけアトムニットじゃなくて伸縮性があるフライニットになっています。なので脱ぎ履きも楽ちんだし、足あたりもソックスのような履き心地になっています。プラスですね、分かりますかね、この裏見せた方がいいな。ここちょっと縫わさってる部分があると思うんですよね、正方形に。こっちもそうか、こう縫わさってる部分、ここに結構分厚めのクッション材が入っていて、足あたりを良くしてくれています。こういった細かい工夫も非常に嬉しいポイントですし、ちょっと切ってどれぐらいのスポンジが入っているのか分解してみたいポイントになるので、ちょっと分解も楽しみですよね。はい、なので結構こだわり抜いたこのシューホール周りの構造になっています。パッと見いまいち分かんない、流れでこうなったのかなっていうふうに思う人がいるとは思うんですが、結構こだわって作られています。はい、で最も重要だと感じたのはこのヒール部分です。はい、ちょっと音聞いてください。でこっち硬いんですよね。で正直触っただけでは中に入っている感じもするし、単純にタイトに編み込んだ結果硬くなってるっていうような感じもするし、外をちょっとコーティングしてるような感じもするんですよね。なのでどうして硬いのかっていうのは、中を開けてみないとわからない感じです。これもまた分解が楽しみなんですが、個人的には中に柔軟性が高い TPU、 薄い TPU が入ってるのかなというふうに思うんですが、ちょっとわからない、触っただけではわからない。でちょっと注意点があって、これ結構型崩れするんですよ。なので踏んで履くとか、あとはシューレース縛った状態で無理っくりここ引っ張ってグーって伸ばして、脱ぎ履きしてしまうとかなり型崩れ、してしまう可能性が高くなってきます。で知人にちょっとヒール片方これ歪んでないっていうふうに言われたんですよね、私。で一回片方だけ結んだ状態でグッと無理くり履いたことがあって、多分それが影響してちょっと型崩れ、したのかなというふうに思います。ただ形状維持には優れてそうなんですが、ちょっと開けるまで分かんないんですが、ちょっとここは丁寧に扱ってほしいです。ヒールがちょっと変形してしまうと、せっかくビタッと足にはまるような構造になっているのにカパカパ浮いてしまっては元も子もないので、このちょっとヒール部分だけちょっと手厚くお手入れの時も気を使ってほしいですし、脱ぎ履きの時も丁寧に慎重に必ずほどいてから履いてほしいです。3万3000円もするんで値段じゃないですけど大切にしてほしいです。はい、でこの硬いヒールも非常に大事なんですが、この内側です。この青い部分、ネクストパーセントぐらいから実施された施策なのかな、この工夫なのかな。ちょっと厚手のスポンジがここにあてがわれています。なのでヒールをガジッと固定してくれる、ずれないブレない走りを提供してくれる構造っていうのは継続されてます。ただやっぱこの変形してしまうとそもそもこれが元も子もなくなってしまうんで、注意が必要ではあるんですが、しっかりヒールをガード固定してくれる固定感、フィット感っていうのは演出してくれる構造を継続している形です。ここはすごく非常にグッドです。足当たりも抜群でした。なので至ってシンプルなアッパーにはなっていますが、しっかり部分編み込み方も異なってきますし、ここはオープンで合成樹脂パークワールド後はしっかり補強して快適性を求めるために終端部分は従来のフラニットを採用してスポンジを入れて、ヒールはしっかり固定するためにちょっと特別な加工を施して、なおかつ中にヒールカウンターではないですね、ヒールスポンジをあてがってフィット感を向上させている。シンプルでありながら最低限の素材しか使えないアッパーでここまで工夫を施しているのは非常に素晴らしいですし、使用感も抜群です。薄手のソックス、エリートソックスナイキの使って、試したんですが、何ら足当たりも悪くないですし、ずれることもなかったです。ただやっぱシューレースの結び方によってちょっとカパカパしてしまうところはあるので、注意が必要かな。ただこのアッパーによるサイズ感は最後にお話ししましょう。はい、以上がアッパーとなります。シンプルですが抜群のアッパーになってます。では次にミッドソールに移りたいと思います。はい、ではミッドソールのレビューに移りたいと思います。でミッドソールは3パターンに分けてちょっと説明したいなっていうふうに思います。まずはズームエア、次に、プレート、最後にこのズーム X、この3項目分けて説明していきたいと思います。でまずはズームエアからです。でこのズームエアは、
ランニングシューズではこんな形で採用されたのは初めてになります。でトレーニングシューズではスーパーレップっていうシューズがこの同じ構造を採用して、多分アルファフライからパクったって言い方あれですけど、着想を得て作ったシューズではあると思うので、類似品は一応あります。でどういったズームエアかっていうと、従来のランニングシューズ、今まで分解とかで紹介したライバルフライであったりとかペガサス、そしてバスケットボールシューズだけど、KD13 とか、あとカイリフライトラップとかに採用されているズームエアとは全く違います。まず見えますかね、中の繊維が太くてしっかりしています。はい、なのでちょっと分かりにくいですね。分解した時にやった方がいいかもしれないですが、沈んだ時の跳ね返りっていうのは抜群、歴代1位だと思います。で、なおかつこの繊維が入っている部分は中央に寄っていて、外回りにはしっかりこのエアーが入っている余白っていうのがあるんですよね。なので反発性ももちろんあるんですが、この余白部分、エアーだけが入っている部分っていうのは、マックスエア同様のクッション性、適度なクッション性と抜群の反発性を提供するズームエアが2箇所に入っています。これは、走ってる時も感じます。はい、フォアフットであれ、ミッドフットであれ、ヒールストライク走法であれ、蹴り出すことは間違いないんで、前足使うことは 100% だと思うんですよね。その際にどういった走法であれ、このズームエアをしっかり踏み込んでボンと跳ね返る感覚っていうのを感じるので、より、プレート、以前だったらプレートとズーム X の効果で前に、特にプレートの効果が大きかったですね。前に背中を押される感覚で走れるシューズだったんですが、プレートプラスズーム X プラスこのズームエアが合わさったことで、より前にボンと背中を強く押される感覚で走ることができます。ちょっと過度に言い過ぎてる感じはあるんですが、必ずどのレベルのランナーでもこの反発性っていうのは前足特に感じる部分なので、ちょっとこのズームエアの跳ね返るっていうのをイメージして走ってみると非常に面白いです。でちなみに、ズームエアと、リアクトとズーム X を、反発性100がマックスでどれぐらい反発するのかっていうのをナイキが実験で、数値化してるんですよね。でリアクトが約60、100% がマックスだとしたら、60% 反発、100の位置から落として球を落として60の位置まで返ってくるって感じかな。でズーム X が約77、80ぐらい、ポンって落として77、80の位置に戻ってくる。でこのズームエアはなんと90です。100の位置からポンって離して90の位置まで戻ってくる。なので、抜群、ナイキで一番反発性を提供するのはこのズームエアになっています。なのでこの前足っていうのはプレートとこの90のズームエアと、77のズーム X が合わさっているので、快適、要はズーム X はクッション性ももちろん提供してくれるんで、なんていうんですかね、絶妙な塩梅でランナーを前にプッシュしてくれる機能になっています。はい、素晴らしいです。はい、これがズームエア、ちょっと分解も楽しみですよね。で次に、カーボンプレートです。で、素材自体は変わってません。純正の純カーボンを使っていて、今まで通り、そのしなりロイター板のような効果で前に後押ししてくれるっていう効果は変わりありませんが、ちょっと構造というかねが変わっています。で、エアに合わせて、要はサイズですね。サイズが変わればエアの容量も変わるので、エアに合わせて、カーボンの幅っていうのを変更しています。なので安定性とスムーズな体重移動をこの構造でも可能にしています。で、前足は、よりですね、前に進むっていう感覚をプラスするために以前のネクストパーセントなどのカーボン搭載シューズと比べても固めにしているそうです。なのでパワーが加わるとよりしなって前へ進む。はい、で、前の、このプレートっていうのはスプーン形状になっていたんですよね。結構大胆なスプーン形状になっていて、ここグッと力入るとポンって背中がポンって蹴り出される感じが強くあったんですが、今回からこのカーボンプレートをちょっとフラットな形状に変更しているそうです。なのでぐーっとせり上がるっていうよりは、カーボンの入ってる場所ってもう分かってるんですけど、この線のところかなりフラット、ちょっと浮いてる感じ、ちょっとヒールが浮いてる感じなので、
これはどうやらズームエアと連動させるためにはこの形状が一番良かったらしくて、このズームエアがあることによってスプーン形状にしなくても前の推進力っていうのは増すので、あえてフラットにしてます。足への負荷もちょっと少なくなっているそうです。はい、で、一応サイズに応じて厚さとか硬さっていうのは変更しています。これちょっと聞いてみたんですよ。どれぐらいなんか数値化できるもんなんですかね。できないそうです。ただ変わっている、わずかに変わっているそうです。その方の平均的な、身長を加味した、負荷っていうのを考えて加わるパワーっていうのを考えて厚さと硬さっていうのを調整しているそうです。なので本当にこのズームエアを第一に考えて、あとは使用者の平均的な体格を考えて平均的な数字を全て集結させて集約させたのがこの今回のカーボンプレートになるんで、今までスプーン形状に前へ前へ進めばいいやっていうカーボンではなくて、しっかり総合力をプラスしたカーボンプレートになってるっていうのは面白いですよね。はい、では最後ズーム X についてです。はい、ズーム X は、ネクストパーセントと比べると今までで一番厚い、特にヒールですね、厚い厚さになっております。ただオフセットは、8ミリ、ネクストパーセント同様です。詳細をちょっと確認できなかったので何ミリ、前足何ミリ、ヒール何ミリということはお伝えできないんですが、8ミリのままになっています。で、ちなみにこの以前だとズームエアがないので、ここもしっかりズーム X になっていて前足もある程度厚さはあったんですよね。ただ今回からここの部分っていうのは非常に薄くなってます。これ多分寿命短いです。特にフォアフットのランナーはこのズーム X っていうのは、厚さこれぐらい厚くしてやっと400キロぐらいを走れるんですよね。壊れるとかっていうわけではなくて、反発とかクッション性が低下していってしまうんですよ。400キロぐらい。はい、厚さを増すことでそれを寿命を伸ばしてきたんですよ。今まで160キロだったものが、これぐらいの厚さになって400キロまで寿命が伸びた。ただこの前足は足に直接本当にパワーが加わる部分がめちゃめちゃ薄いので、もしかするとここの寿命っていうのは、フルマラソン 2,3 回分ぐらいで終わってしまうのかなと。なのでなんか寿命を書くときにすごい困るんですよね。ナイキとしても多分公表するのは怖いことだと思います。ヒールだけ見ると400キロって言えるんですけれども、個人的に今までいろいろ調べて、寿命を確認して、どれぐらいかなと予想すると、前足の寿命はもしかするとフルマラソンに3回分2回分ぐらいかなと。ただこのズームエア、反発も相当ここ負荷かかると思うんで、ちょっとここの感覚っていうのを今後使用していって、なんか鈍くなってきた段階でちょっとお知らせしたいなというふうに思います。ただその前に分解してしまっては元も子もないんですけどね。はい、皆さんもちょっとここおかしいなと思ったら、もしかすると寿命なのかもしれないので、ちょっと触ってみたりとか、今のうちに新しいうちにどれぐらいの柔らかさがあるのかを確認してみた方がいいのかもしれません。なので練習からこれをガンガン使うっていうのはお勧めしません。本当に本番専用、練習用をネクストパーセントとかズームフライにして、本番用をこのアルファフライにするっていうのが一番ヘルシーで健康的な使い方だと思うんで、ちょっとこの前足部分懸念点だよ、注意しなきゃいけないよっていうのを覚えておいてほしいです。で、ちなみにこの厚さがすごく厚くなったということで、だいたいどれぐらい重くなったのかって多分気になると思うんですよね。なのでちょっとここで重さをお伝えしたいなというふうに思います。で、前作ネクストパーセントが、メンズ28センチで約 195g でした。もう 100g 切っている、ナイキの中では比較的軽いシューズでした。ただ今回ズームエアも搭載してますし、ズーム X の厚さも増しています。カーボンプレートもちょっと強くなっているので、全体的に重さが増したことはある程度予想はできていましたが、結構重たいです。メンズ28センチで 230g、約 35g 重量が上がっています。これがね、どうつながるのか、記録につながるのか。ただ、軽さイコール速さっていう時代はもう結構終わってるというか、終焉を迎えつつあると思うので、後半のタイムを加味すると重くてもこうした厚いシューズの方が結果的に良いのかもしれないです。ただこれもしかしたら上級ランナーだけに言えることかもしれないので、全員に該当するかどうか疑問なんですけれども、ちょっと重さが 35g 約増量したということを頭に入れておいて、自分がもし軽量なものを重視するんだったら無理して使う必要はないのかなというふうに思いますし、ただやっぱり一度試してフルマラソンを走って、どれぐらい重さを意識している人でもどれぐらい記録が変わるのかっていうのは見てみたいところではありますよね。はい、
で、ミッドソールを紹介したので、ちょっと補足で最後にインソールも紹介していきたいと思います。で、今回のインソールは今までにないぐらい強固に粘着されてます。なので手で無理くり剥がすことは不可能ですし、今までだったら若干弱粘着で、購入した時点でもう湿気が結構溜まっててペッて剥がれたりとか、意外に手ですんなり剥がせやすかった印象があるんですが、今回それを一気に改良して全く剥がせなくなってます。なので厚さ含む詳細な情報っていうのは分解の時にお伝えしたいと思います。で、厚さ、足の裏のこの触り心地っていうのはなんか今までにないようなインソールの素材というか、質感なので、ちょっとこれ厚さ含めて、分解してみるのが楽しみにはなってきますが、特に違和感のない、不快感もないインソールにはなっているので、おそらくこの ZoomX とかこの ZoomAir プレートを邪魔しないような薄手のタイプが使用されているとは思うんですが、ちょっと分解お楽しみにしていただければなと思います。はい、それではアウトソールを最後に紹介していきます。ネクストパーセントと比べると結構大きく変貌を遂げていますよね。で、注目すべきはやっぱり前足のこの黒い部分です。ちょっと空洞があるプレートが見えているこの黒い部分です。で、この、テスターの方、ナイキに協力してくれるテスター数百人に、及ぶランナーのデータっていうのをもとに、考案されたアウトソールになっています。で、フットスキャンというのを用いて、本当にどこに圧がかかるのか、どこを軸に走る人が多いのかっていうのをしっかりデータを取った上で、しっかりその可能性が高い、蹴り出したり着地する可能性が高い部分をしっかりデータ化して考えて、ある程度多くのランナーが着地するであろう部分っていうのをグリップ効くように考案されたアウトソールになっています。なのでさまざまな角度から着地してもグリップ力、ある程度グリップ力を発揮する仕上がりにはなっています。で、実際に走ってみてフォア寄りの走りでも走ってみたんですが、グリップ力に問題を感じたことは一回もなかったです。歩いてもウォーキングしても、変なヒールからついても特にこのグリップ力、蹴り出す時のグリップ力、または着地する時のグリップ力になんか違和感を感じるってことは今のところなかったです。なので素晴らしい、本当にデータをしっかり取って作ったアウトソールなんだなというふうに思います。で、細かく見てみると、結構なんか綿棒みたいな形になってるんですよね。おのおのが綿棒みたいな形になっていて、でこっちはなんか真ん中キャンディーみたいな形になったりとかするんで、本当に何でしょうかね、一番圧がかかる部分が凸になっている印象、多分そうだと思います。おそらく圧がかかる部分がこの凸になっていて、どっから着地してもこの凸の部分から着地するとしっかりグリップ力を発揮する形になっている。これね、動画だと分かりづらいかもしれないんですけど、これ光当てて実際に目で見るとなんか本当にフットスキャンした足圧の側圧データみたいになっているので面白いですよね。で、なおかつここに空洞が、本当に指が入ります。空洞があるのでピストンするんですよね。要はズームエアがしっかり反応するような構造でもあります。ここズームエアがあるんでね、ズームエアありきのアウトソールであるっていうことは覚えておいて、良いのかなと思います。ちなみにしっかりここもラバーが配置されているので、ヒールから着地する方でも問題ないですし、もちろんフォアフットのランナーも足が疲れてきたらヒール着地になることも多々あるとは思うんで、しっかりその辺もケアされています。ただこの数種部分はもう結構削れてますよね。このズーム X がむき出しの部分は結構劣化しやすいです。で、補足としてズーム X はそもそもこのシワがあるのがデフォです。素材の特質上シワっていうのは致し方ないので、これ特性です。なってます。こんなアウトソールになっています。シンプルでありながら、しっかりデータに基づいたことが走ってみて、なんか伝わる、すごいな、グリップ力問題ないなっていうふうに思うアウトソールになっているので、ネガティブなことは特に、正直変な話、ネガティブなことは寿命以外、寿命とこのヒールの変形以外はあんまり感じなかったです。あとは重さも若干ネガティブに思うことではあるのかな。で、もう一個補足です。何度も動画では伝えている部分ではあるんですが、ここにしっかりボーンラインと呼ばれるラインが入っていて、しっかりピストンしやすくなってますし、この凹凸にした分、削ったところの分軽量化もされてますし、一番の要因というか
プラスは空気抵抗を少なくしているので、前に進む推進力を邪魔することがない構造になっています。ここもすごくペガサスとかでも使われてますし、ズームフライでも使われてますし、ナイキのおなじみの構造にはなるんですが、引き続き採用されています。はい、こんなところですかね。そして、最後にサイズ感についてお話しすると、アルファフライはネクストパーセントと比べられることが多分多いと思うんで、ズームフライもそうかな、比べるとそこまで変わりはなかったです。なので同じサイズを選択して問題はないとは思うんですが、若干アルファフライはネクストパーセントより若干タイトかな。薄いソックスを使ってお互い、足を入れた結果、若干このアルファフライの方がタイトな印象を受けました。使って間もないからかもしれないんですけどね、ちょっと使ってくると馴染む可能性はネクストパーセントペーパービブよりはあると思うんで、ちょっと要経過観察ではあるんですが、比べると一番タイトなのがズームフライで、次にアルファフライで、ほぼ変わらないけども若干ゆったりゆとりがあるのがネクストパーセント。3つ並べるとこんな感じになります。はい、なのでシューレースが、ついているタイプのシューズなんで、そこまで、自分で調整することは可能なんで、あまり気にするポイントではないと思うんですが、私の感想としてはそこまで変わりないけど、ややネクストパーセントよりはタイトに感じる。あとヒールの変形とかも絡んできて結構変動はしそうな雰囲気はあるんで怪しいんですけどね、はい、参考程度に、捉えていただければなと思います。はい、シューレースが外に流れている形状です。これはネクストパーセント同様、継続して採用されている構造にはなるんですが、このごめんなさいね、これをシューレースを外に逃がすことで、ここの圧っていうのを分散、ちょっとストレスのない履き心地にしてくれている。これはモー・ファラー選手、ナイキ契約のアスリートモー・ファラー選手が、意見した、ポイントで、足の甲部分の圧を少なくすることで、走行中の足のむくみであったりとか、走ってる時にやっぱここがね、当たるので、これを少しでもストレス軽減するっていうような意味合いがあって採用された構造になるんで、これが若干継続されているって点も非常に嬉しいポイントです。はい、はい、歴史、そしてルール、レビューとね、長々とお話ししてしまいましたが、もちろん至らない点も多々あるとは思うんですが、少しでも興味を持っていただいて、持ってる方はよりこのアルファフライを好きになっていただくきっかけになればなというふうに思っております。で、次回なんですけれども、あえてもったいないんですけど、シューズを汚して、お手入れをする様子で、お手入れ後、濡れた状態なんで、重さは先ほど紹介したこの乾いた状態でメンズ28センチ 230g だったので、どれぐらい、水分を吸収することで重たくなって乾いた時にどれだけ戻るのかとかね、お手入れ含めてシューズがどれぐらい元の状態に戻るのかっていうところを、検証していきたいと思うので、お楽しみにしていただければなと思います。で、分解する前に、もう次は分解しようと思ってるんですけど、分解する前にやってほしいことなどあれば、お手数ですがコメントにてお寄せいただければ幸いです。中からこれやってみたいなと思ったものはどんどんやっていこうと思うので、ぜひ、参加型の動画なので、よろしくお願いいたします。では、はい、もう語りに語ったので体力はほぼ残っていない状態になりますが、分かりにくかったら申し訳ない。ただ良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイ。